こんにちは、テオテックです。今回取り上げるのは iPhone 13 Pro。 発売日から使ってきましたが、今まで購入した iPhone の中でも一番満足度が高い iPhone でした。詳しく見ていきましょう。このチャンネルはテオテックです。まずはスペックを見ておきましょう。この中で iPhone 13との違いは1コア多い GPU、 より高速なディスプレイ、そしてカメラです。全体的にトップクラスのスペックで、価格もプレミアムな価格帯に位置しています。ただし今年は去年と違って、この 6.1 インチのプロも大型のプロマックスと同じカメラになっています。手に馴染むサイズでも最高のスペックを入手できるようになったのはいい点です。さあ細部を見ていきましょう。まずは本体から。デザインは1世代前のモデルによく似ています。ステレンスのフレームとガラスで構成されたボディは高級感があり、防水防塵にも対応しています。見た目で変化したのはディスプレイのノッチが小さくなった点と、リアカメラが大型化した点です。どちらも後半で詳しく取り上げます。新色のシエラブルーは個人的にこれまでの iPhone の中で一番気に入っている色合いです。控えめな青は綺麗で、青みがかったステレンスの光沢はロボコップみたいでクールです。本体で注意しておきたいのは、1世代前のモデルに比べてやや重くなっている点です。バッテリー容量が増え、カメラレンズ、センサーも大きくなったことで重量は 200g を超えています。ただ本体は持ちやすいサイズで、使っていても重すぎるということはありません。次はディスプレイです。ここが一番進化を実感しやすいポイントでしょう。6.1 インチのスーパーレティナ XDR ディスプレイは高品質な UTL ディスプレイで、1世代前に比べて3つの点で進化しています。1つ目は明るさ。13 Pro のディスプレイはとにかく明るいです。最大輝度は1000ニト以上と明るすぎるくらいで、強い日差しの屋外でも一層画面が見やすくなっています。2つ目は小さくなったノッチです。縦画面ではあまり恩恵がありませんが、横画面にした際は映画やゲームをより広い画面に表示できます。3つ目は最大 120Hz 動作のプロモーション。アニメーションやスクロールがスムーズで、慣れると 60Hz のディスプレイには戻れません。もちろんゲームを遊ぶのにも高いリフレッシュレートは魅力的なポイントです。原神はいち早く 120fps に対応したタイトルですが、他のデバイスでは見たことがないほどスムーズなグラフィックです。プロモーションのもう一つのメリットは、画面の動きに合わせてリフレッシュレートを12段階に変えられる点です。静止状態ではわずか 10Hz まで速度を抑えられるので、消費電力が減り、バッテリー持ちが良くなります。13 Pro のバッテリー持ちは素晴らしいです。バッテリー容量が約 10% ほど増えたことに加え、消費電力を抑えるプロモーションに対応しているので、画面をオンにしたままでもおよそ8時間以上は動作します。大型の12 Pro Max とほぼ同じバッテリー持ちで、一般的な使い方では1日で使い切るのが難しいくらいです。ただ Apple は充電器を同梱しなくなったので、付属しているのはケーブルだけ。充電器は別途用意する必要があります。マグセーフにも対応していますが、対応のケーブルはやや高価です。肝心の性能を見ていきましょう。プロセッサは Apple オリジナルの A15 バイオニック。1世代前の A14 と比べて
CPU は1割から2割性能がアップし、 GPU は5割近く高性能になりました。内蔵の機械学習ユニットも高速になっています。ベンチマークスコアは文字通りトップクラス。使っていてもほぼ全てのアプリがスムーズかつ最高設定で動作します。プロモーション対応のタイトルは、滑らかな 120fps で遊ぶことができます。スペック要求の高い原神でもグラフィックは驚くほど滑らかです。さあ、カメラを見ていきましょう。今年は3つのアウトカメラ全てが強化されています。メインカメラは iPhone 史上最大のセンサーを搭載し、センサーシフトの手ブレ補正を備えています。日中の写りは綺麗です。発色も iPhone らしい肉眼に近い色合いで、ノイズはほとんどありません。明るい場所では12 Pro Max と大きな差はありませんが、強い太陽光など難しい条件の処理はうまくなっています。大型のセンサーなので、手の届く距離のものは自然に背景をぼかすことができます。ポートレートモードも背景ボケは自然です。夜間の写りもとても綺麗です。ノイズが少なく、日中と変わらず肉眼に近い色合いを保っています。12 Pro Max と比較しても1段階ノイズが少なく、コントラストも高いのがわかります。夜間のポートレートも自然な背景ボケです。超広角カメラは大幅に改良されました。写りはメインカメラとほぼ同じ発色、ダイナミックレンジで、全世代と比較してもノイズが少ないです。特に夜間はその差は歴然。超広角カメラを多用するなら、この点だけでもアップグレードの価値があります。オートフォーカスを搭載したのもポイントです。マクロカメラとしても使うことができ、2センチまで近づいてピントが合うのは驚異的です。このマクロカメラで動画撮影もできます。望遠カメラは3倍になり、光学式手ブレ補正に対応。発色はメインカメラから一貫しています。12 Pro Max と比べても1段階ズームして撮影することができ、ポートレートモードでもより被写体を拡大できます。ただ3倍ズームになり、取り込める光の量は減っています。暗いシーンではメインカメラのズームに切り替わるので、ソフトな写りになることがあります。カメラの注意点はもう一つあります。できることが増えた分、カメラアプリの操作は複雑です。例えばマクロ動画を撮るにはビデオではなく写真モードで、マクロ写真の撮影中にシャッターを長押しする必要があります。まるでゲームの隠しコマンドのようです。動画撮影といえば、まず触れておくべきは新しいシネマティックモードでしょう。このモードはまだ発展途上で、思い通りに使うのは正直難しいです。うまくいけば綺麗に動画の背景をぼかすことができますが、実際は不自然なフォーカスになることの方が多いです。この機能は今はおまけ程度に思っておいた方がいいでしょう。ですが通常の動画撮影は申し分なく綺麗です。3つのどのカメラでも 4K60fps で撮影でき、手ブレ補正も全てのカメラ解像度で満足に動作します。明かりが少ない場所での撮影もノイズをうまく抑えています。一つ前の iPad mini のレビューでこの13 Pro を動画撮影に使っていますが、屋内でも屋外でも本当に綺麗に撮影できます。以前のレビューといえば iPad mini の他にも複数レビュー動画を投稿しています。よろしければそちらもご覧ください。本題に戻って、インカメラはこれまでと同じ12メガピクセルの広角カメラ。カメラを横に傾けると超広角になる点も同じです。最後に iOS について触れておきましょう。 iOS 15はアップライブラリやウィジェットに対応していますが、
まだまだ Android と比べると自由度は低めです。ただ Android でよく遭遇する機種とアプリの相性問題がほぼないのはいい点です。 Apple 製品との連携も完璧で、特にフィットネスや音楽再生の連携は完成度が高いです。 OS アップデートも iPhone なら 4,5 年は期待できるでしょう。さあまとめに移りましょう。 iPhone 13 Pro はディスプレイ、カメラ、バッテリー持ち、プロセッサが順当にアップグレードされた正当進化の一台です。プロモーションディスプレイは本当に滑らかで、性能は CPU も GPU も文字通りトップクラス。 6.1 インチのサイズは手で持ちやすく、どのカメラでも綺麗に撮影できます。12 Pro Max から乗り換えて惜しいと思った点は一つだけ。これはスペック表に現れない細かい点ですが、本体スピーカーは Pro Max の方がいい音です。13 Pro もスマートフォンの中では十分高音質ですが、大型の Max はより厚みと広がりのある音を鳴らします。でもそれ以外は全てが良くなっています。高性能な iPhone が欲しいなら真っ先におすすめできる一台です。以上 iPhone 13 Pro のレビューでした。ぜひチャンネル登録と高評価を。これまでの他のレビュー動画もぜひご覧ください。ではまた。